こんにちは、大輔です。いよいよギリシャが観光客制限緩和をね、始めるっていう話がね、報じられてますね。時期は6月の15日からということで報じられてます。先日ね、入国制限緩和の最新状況ってことで、海外旅行解禁はどの国からですか？日本政府の動きを徹底予測しましょうっていう動画をね、上げさせていただいたんですけど、その中でギリシャ政府が緩和の検討を始めましたよっていうことを皆さんにね、ご報告をさせてもらったんですが、今回皆さんにシェアする内容っていうのは、それがね、実際実現される見込みがあるという、そういうお話になります。ギリシャ観光省が発表する形になったそういう話なんですね。まあね、どうですかね。世界の流れとしてこれは喜ばしい話なのか、それともね、時期尚早なのか、意見が分かれるとこなんじゃないかなというふうに思いますけど、本日はね、我々が日本から渡航しようとした場合に一体何が起こるのかっていうことを、皆さんにねお伝えできればと思っております。この順序で、参りましょう。コロナの感染状況ですね。フライトの最新情報。日本政府の渡航中止勧告というこの3本立てなんですけど、最後のね、多分ね、渡航中止勧告との兼ね合いっていうところが、皆さん気になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ではまずコロナの最新状況からいきましょう。ヨーロッパ主要国の中でどうなのかっていうことをね、まとめてみました。人口上位15カ国、ヨーロッパの中ですね、での感染状況っていうのを見てみましょう。100万人あたりのですね、感染者としてはギリシャは280名と、そういう数字なんですけど、これね、最も低い数字なわけなんですね。日本と比較すると少し高い数字ではあります。PCR テスト数はヨーロッパ全域はね、比較的高い傾向にありますね。人口100万人あたりで考えると、日本の検査数の7、8倍はあるというふうに見ていいんじゃないでしょうか。こちらはですね、日々の新感染者のグラフになっているんですが、一応ね、5月に入ってからは、ひとまずは落ち着いてる様子だというふうに見ていいんじゃないでしょうか。ではね、次、フライトの最新情報を見ていきましょう。Google 検索で現在購入できるチケットっていうのを調べてみました。日本からギリシャ行きのね、直行便っていうのはもともとないみたいですね。なので、行くとしたらね、中東だとかヨーロッパの主要空港の乗り継ぎ便を購入することになりますね。これね、日本からアテネ行きの便ってことになりますけど、これね、見てみたら、カタール航空の、カタール経由ですね。これをはじめとしていくつかの選択肢がありました。いくつかの便が購入できるといったところですね。で、往復の価格をね、ちょっと見ていきましょう。現在の最新情報ではあるんですけど、最安値を見るとね、6月は15万円前後で、往復チケットはね、購入できるみたいですね。若干高めかなといったところなんですけど、7月以降は10万円前後で、購入ができそうです。ではね、次行きましょう。日本政府の渡航中止勧告、レベル3と言われているものですね。これのね、兼ね合いを見ていくんですけど、そもそもね、外務省が発表する海外渡航に関する情報の種類っていうのが、どんなものがあるのか、大きくね、2つに分かれてるんですね。1つ目っていうのは危険情報。もう一つが感染症危険情報っていうことになるんですけど、前者のね、危険情報っていうのは主に治安情勢に対して出されるものなんですね。例えば、テロが多発している地域だとか、紛争地域とかですね、中東の一部の国とかってよくそこに当てはまったりするんですけど、そういったね、危険地帯に発せられるもの、発せられるレベルということになってます。で、後者の感染症危険情報ですね。これはもうその名前の通りなわけなんですが、普段は新型インフルエンザなどへの危険情報のね、発出がメインだったんですけど、ここに来てね、一気にコロナによるレベルアップが報じられているわけで、あります。ではね、ここからは感染症危険情報に関するレベルがどういうふうに分かれているのかっていうのを一緒にね、チェックしていきましょう。この4つのレベルに分かれています。レベル1、十分注意してください。でレベル2、不要不急の渡航はやめてください。レベル3がですね、渡航中止勧告。
最後レベル4が避難勧告ということで、レベルが上がるにつれてね、危険度が増すということなんですが、私がね、確認できてる限りなんですけど、このコロナ騒動で初めて、このね、レベル2っていうのが発せられたのが1月の23日にね、中国の武漢市に対して報じられたものだったんですね。で、その後に2月に中国全土のね、レベルが上がって、3月に入ったら、今度はね、韓国、ヨーロッパのレベルが上がったわけです。で、4月以降で全世界に広がって、今現在ね、主要国含めて、ほとんどの国っていうのが、レベル3の渡航中止勧告になってるわけなんです。もちろんね、ギリシャについても例外ではなくて、レベル3渡航中止勧告なわけなんですよね。で、それなのに、ギリシャ側が日本からの入国を許可しますよってことなので、日本政府の発令とは矛盾する形が生じうるということになりますよね。でね、この感染症危険情報が一体どういう位置づけなのかっていうのを、定義をね、見ていきましょう。こんな感じになってます。安全対策の目安をお知らせするものですよというところと、ここ重要なんですけどね、法的拘束力を持つものではないとされてるわけなんですよね。だからね、法的に言っちゃえば、無視して旅行してもいいっていうことになるんですよ。でもね、こう無視して旅行することで、渡航先でね、トラブルに巻き込まれるリスクっていうのが、負うことになりますんで、それで、またね、そういう場合にね、政府がサポートするかどうかっていうのが、議論になるような、そんな感じになっちゃうので、良くないんですけどね。実際、皆さんもね、記憶にあられるかと思うんですけど、中東地域にジャーナリストが渡航中止勧告だとか、避難勧告が出てるような地域に、ジャーナリストがね、こう、足を踏み入れて、ISIS に捕まってしまったっていうニュース、皆さんもね、記憶にあるんじゃないでしょうかね。で、このコロナに関するリスクっていうのは、こういうものが考えられるわけなんですね。これは外務省のウェブサイトに例としてね、紹介されたものです。で、まずね、こう出国できなくなる恐れがありますということなんですね。これは簡単でね、フライトがなくなっちゃえば、出国できませんのでね、そういう可能性があるよと。で、あとね、現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますということで、これ怖いですよね。コロナにかかったりだと、コロナじゃなかったとしても、最悪ね、命に関わる状況っていうのはあり得るわけなんでね。これは非常にハイリスクだろうというところです。で、最後ね、現地政府により行動制限を受けることがありますということなんですけど、これは例えばね、こう入国が許可されていたとしても、こう渡航中にロックダウンされてしまうっていう可能性もありますんでね。そういったリスクを考慮していかないといけないということで、これ考慮するとね、安易に渡航するのはやはり控えるべきだと言わざるを得ないですよね。で、これについてね、もう一つ注意しないといけないことがあるんですよ。それは、もし将来ね、旅行ツアーを申し込んだりだとか、フライトチケットをね、購入したりしますよね。このコロナの騒動が落ち着いてきたら、旅行をね、ちょっと行きたい方がいっぱいいらっしゃるわけですから、皆さん予約されると思います。で、この時に危険レベルが上がったとしてもね、これが何を意味しているかっていうと、自動的に旅行会社ね、主催してる方が、旅行会社側がこう中止にする、そのレベルを持って中止にするっていうことは、ない場合があるんですよね。ここを注意しないといけないです。要するに、感染症危険情報のレベルが仮にね、上がったとしても、それは自己判断に基づいて、渡航を取りやめてくださいっていうことになるので、ツアー会社とね、お客さんの中で解決してくださいねっていうことになるわけなんですね。なんでこういうね、ご時世なんで、今回のギリシャのね、入国解禁に限った話じゃないんですけど、万が一、渡航の計画を立てられる方っていうのは、海外旅行のね、ツアー、そのツアー予約される際に、キャンセル規定っていうのは、よくよく注意をされた方がいいと思います。はい。という感じで、本日の動画は以上となります。規制緩和のね、瞬間っていうのは、自己判断の重さがね、より増す期間になるっていうことが、今日ね、僕も自分で解説してて、本当にそれを思いましたよね。
ね、皆さんは、どう感じられましたでしょうか。ぜひね、思うところがありましたらコメント欄に、書いてみてください。あとは、この地域、この国気になるよっていうことがね、ありましたら、そんな声をね、お寄せいただいたら、ちょっと私の方で簡単にリサーチをして、こういうふうにね、皆さんにご報告をさせていただければと思っております。では、以上になります。さようなら。